めちゃくちゃかっこいいですよね。このズバッと空気を切り裂くような鋭い声質がですね、たまらないです。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、嵐いつか秒針の合う頃、こちらのオーディオを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ現在つるさん、嵐のメンバーのですね、一人一人のデビューから現在までの歌声の進化の過程をですね、分析して解説した動画を公開しようかどうか悩んでいます。もし見たいというふうに思ってくださった方はですね、進化動画見たいというふうにコメントしてください。そして今回の動画気に入ってくださった方はですね、チャンネル登録、高評価、そしてハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、嵐いつか秒針の合う頃、歌声分析 GO！ ういかっこいいね。出だしはじゅんくんの声ですよね。めちゃくちゃ男らしくてかっこいい声じゃないですか。この声どうやって出してるかっていうと、口の中の空間をですね、メインで使った音色の歌声です。口腔共鳴って言うんですけど、Warm me light みたいな。僕がやるとこういう感じの声になるかな。ただ全体的にですね、色気もすごいですよね。この色気を出すために、口の中をメインで作った歌声をですね、鼻に入れるような発声方法でじゅんくん歌ってます。鼻の中の音色をですね、鼻腔共鳴って言うんですけど、口腔共鳴が主に言葉の輪郭をはっきりさせるポイント。鼻腔共鳴がですね、声の音色をメインでコントロールするポイントです。もう一回聞いてみましょう。で全体的にですね、子音を強めに発音していて、なおかつ音をですね、切るような感じで歌っていますね。音を切るテクニックをスタッカートって言います。かなりビートがかっこいい楽曲なので、そこに歌声がしっかりと合う雰囲気を作るためには、子音の強さとスタッカート、この2つが必要になってきます。的確な歌い方ですね、じゅんくん。いい。で、このポイントは相葉くんかな。相葉くんの声の一番の特徴はですね、鼻声の音色を歌声に乗せたような声質なんですよね。これがものすごく色気が出ていて、素晴らしい魅力だなっていうふうに思うんですけど、で、今回のフレーズはですね、相葉くんの色気たっぷりの個性プラス肺の中の空間、胸腔共鳴っていう音色もですね、歌声に乗せています。胸腔共鳴はどんな役割かっていうと、声の太さのコントロールだったり、声の力強さのコントロール、この辺ですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、相葉くんの歌声の方が、先ほど言ったスタッカート、この辺が分かりやすい感じになってるかな。かなり強めに音を切って、ノリを出してます。音楽の専門用語ではグルーブって言うんですけど、タッタッターみたいな感じで聞こえますよね。で、相葉くんパートの後半でですね、歌声に、はぁっていう息の音が混ざったようなテクニックを使ってるんですけど、これウィスパーボイスって言います。ものすごく楽曲の雰囲気に合った歌声チョイスですよね。わあ、いい。いい。ここは前半が大野くんで、後半が桜井くんかな。歌声だけで判断してるので、ちょっとね、自信がないんですけど、間違っていたらコメントでぜひ、ここ間違ってましたよっていう風に教えてください。で、大野くんの歌声の音色バランスはですね、胸腔、口腔、鼻腔、すべてまんべんなく使っているんですけど、その中でもやや鼻にですね、比重を置いた歌声になってます。伝えたい愛も、こんな感じかな、僕がやると。声を胸で支えるようなイメージを持って、その声を鼻に突き刺すみたいな感覚かな。ごめんなさい。すごく抽象的なお話になってしまって。ものすごく安定した声の出し方ですよね。さすがです。で、桜井くんはですね、
胸腔共鳴と口腔共鳴、この2つをメインで使っていて、比重をですねやや胸腔に持っていったような、そんな感じの音色かなって思います。もう一回聞いてみましょう。未完結なプレイヤー、こんな感じかな。桜井くんの声、僕が真似すると。いや、2人ともめちゃくちゃかっこいい歌声ですよね。かっこいい。ハモリが素晴らしかったですね。ハモってる箇所が淳くんがメインメロディーで、上ハモリが二宮くんかな。ここでポイントになってくるのがですね、メインメロディーとハモリの声量、ここですよね。一般的に多いのがやっぱり上ハモリって音域が高い分目立っちゃうんですよ。だから音源にする時っていうのは上ハモリの音量を小さくするっていうのが普通っちゃ普通なんですよね。ただ今回はですね、淳くんのメインメロディーの声量と二宮くんのハモリパートの声量、同じぐらいの音量バランスになってるんですよ。こうなるとどういう現象が起きるかっていうと、ハモリパートの方が音域が高い分目立つんですけど、歌声のパワー感がですね、ここのポイントだけ一気に増幅したような力強い雰囲気が感じられるんですよね。めちゃくちゃかっこいいポイントですよね。でその後の二宮くんのソロパートなんですけど、前半は力強く、後半は柔らかく歌ってますよね。後半に向かうにつれてどんどん盛り下げていくみたいな、この音量を使った表現力、さすがです。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。デイドリームのところがスッとフェードアウトしていくような雰囲気、次に何がやってくるんだろうっていう期待感が一気に増幅しますよね。続きが楽しみです。うわーかっこいいやばいね。めちゃくちゃかっこいい。このクラシックを想像させるかのような切ないメロディーがですね、ものすごく胸に刺さりますね。で僕嵐の楽曲を聴くと毎回思うんですけど、バックストリートボーイズを思い出すんですよね。一人一人の歌唱力の高さ、そして全員で歌った時のチーム力の高さ、そしてハイレベルなコーラスワーク、どれをとっても素晴らしすぎるんですよね。今回も鳥肌やばいです。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。Into Your Heart のところがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。ところどころに英詞が入ってるとはいえ、日本詞でよくここまでリズムの躍動感を表現できるなっていう風に僕はね思うんですよ。日本語っていうのは世界的に見ると言葉での躍動感ってつけにくいんですよね。子音と母音がですね同じぐらいの音量で出る言語なので。でも英語とかは特になんですけど、母音よりも子音の方が強く出る言葉とかもあったりするじゃないですか。子音だけで発音するとか。だから躍動感を表現しやすいんですよね。だから言語的には日本語よりも英詞の方がですね、かっこよさを表現しやすいです。にもかかわらず嵐はですね、日本詞でこのかっこよさを表現できてるっていうところが素晴らしすぎるんですよね。しかもメンバーの誰がとかじゃなくて全員でですよ。やばすぎませんか？ほらほらね、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。でこれ日本語でなんでこんなにかっこよく聞こえるのかっていうところを解説すると、日本語の発音をですね英語に近づけてるんですよね。先ほど言った子音を強く発音して日本語を歌うっていう、重なりとか重なりって歌うと日本語発音なんですけど、重なりみたいな K とか S の発音っていうのが聞いてる感じ分かりやすいですよね。なりの D とかも L の発音で発音していたり、
こういう細かい発音テクニックを嵐はですね、使ってるんですね。いいね。素晴らしい。で、相葉くんの歌声なんですけど、今回やっぱり男らしい、かっこいい歌声チョイスですよね。いつもより太い声質を使ってると思うんですよね。これはやっぱり胸腔共鳴の音色を意識して歌ってる歌声なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。この声もめっちゃいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。今聞いて思ったんですけど、相葉くんがメインで歌ってるオクターブ上で誰か歌ってますよね。前も違う曲で似たようなパート割りがあって、その時は上が淳くんが歌っていたんですけど、今回もそうなのかな。で、後半のハモリパートは大野くんかな。で、大野くんハモリパートでもさすがですよね。大野くんの声の存在感がですね、メインメロディーの相葉くんの歌声を消さないようにですね、感情をあえて込めていないんですよね。ただやっぱり相葉くんの音域よりも高いので、大野くんの歌声が目立ってはいますけど、そういったチーム間での絆を感じるようなポイントで、ちょっとね、今感動してます。うん。うんうん。ここはずっとオクターブですね。あ、オクターブっていうのはごめんなさい。説明してなかったですね。ドレミファソラシドの下のドと上のド、この音関係をオクターブって言います。今回の場合で言うと、低いメインメロディーと同じ音で高いメインメロディーがいて、同時に歌ってるみたいな、そういうことですね。ここは桜井くんが下で、高い音域はまた大野くんなのかな。ここは今度、桜井くんの個性と大野くんの個性が歌声でのバトルをしてるような、なんかそんな感じですよね。二人の個性が両方とも前面に出てるような、めちゃくちゃかっこいいポイント。もう一回聞いてみましょう。うん。こことか。うん、後半のところとか特にね、めちゃくちゃかっこいい展開ですね。音域が離れているにもかかわらず、2人のリズムの位置がですね、ぴったり揃ってるんですよね。さすがですよね。うわ、いい。うん。ここは前半が淳くんが歌って、後半は大野くんかな。ごめんなさい。ちょっと自信ないです。ただ、淳くん、大野くんっていう風に思って解説しますね。で、淳くんの歌声なんですけど、めちゃくちゃパワーがすごいですよね。ここでは、先ほど紹介した口と鼻の音色バランス。この中で鼻の音色をですね、少なくして、口メインにしてるんですよ。だから言葉のアタック感がものすごいかっこいいですよね。プラス声を出す方向をですね、前方向にしています。前に声を飛ばすイメージで歌ってるっていうか、このイメージで歌うと自然に歌声って強くなるんですよね。で、後半の大野くんの歌声はですね、相変わらず鼻の音色をですね、うまく使ってきらびやかな歌声を披露しています。で、イエーイのところの最初、イエーイ、こうザラザラって音入ったじゃないですか。これエッジボイスっていうテクニックで、切なさを表現するときにですね、ものすごく合うテクニックなんですよ。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。うん。いいね。あれ、後半二宮くんかな。ごめんなさい。ちょっと混乱してきた。皆さんコメントですいません。お願いしますね。いずれにしろ最高にかっこいい流れでしたよね。うわ。いい。ここは相葉くんのパートまで力強い歌声で歌うっていうポイントなんですね。めちゃくちゃかっこいいですよね。このズバッと空気を切り裂くような鋭い声質がですね、たまらないです。で、最後の大野くんの歌声で徐々にフェードアウトしていくような質感で締めるっていうね、ものすごく上品な流れかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、ズバッとね。
流れが美しすぎますね。いやー、最高だ。いいね。サビのリズムパターンはですね、ものすごくシンプルなんですよね。タン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 っていう四分打ちとか言ったりするのかな、4ビートとか言ったりするんですけど、すごくシンプルなリズムなんですけど、シンプルがゆえにこのリズムパターンでですね、かっこよさを表現するのってものすごく難しいんですよ。1番のサビもそうだったんですけど、そこにですね、的確に言葉の音のアクセントをですね、しっかりとはめ込んで歌っているからこそ、シンプルなリズムパターンでも最高のかっこよさを嵐のメンバーはですね、表現してるんですよね。いや、このクオリティやばすぎますよ。やっぱこの力強い声っていうのもかっこいい要因の一つですよね。ここでは先ほど言った前に飛ばすイメージで全員歌ってるんですよ。だからここまでの声のパワー感がですね、生まれてるんですよね。嵐って一つのテーマを決めて、そこに向かって全員で向かっていくみたいな、そういったチームワークをですね、歌声から感じるんですよ。ここがすごいですよね。だからこそ生まれる魅力なんだと思います。ここは真似できないんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。それぐらい素晴らしいです。おい。桜井くんのラップが来ましたね。こういったゆったりしたテンポでのラップを聞くと、リズム感が半端ないなっていう風なところに気づくことができますね。ラップの抑揚がすごいんですよね。タラータタタタタタタみたいな。流れるところはしっかりとこう流れるように歌って、ぐっとブレーキを踏んだように引っかかるようなポイントはしっかりとアクセントを決めて歌ってるっていう、このリズム遊び的なラップがですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。かっこいい。リズムの躍動感とですね、あと声の強弱もですね、しっかりとつけて歌ってるから、ぐいぐいと引き込まれますよね。最高すぎますね。最後のあたりのフレーズでちょっと音域を下げるっていうところがポイントかなっていうふうに思うんですよね。ここでラップのパートは終わりですよっていう雰囲気が出ますよね。ただそんな急激に音域を下げてるわけじゃないんですよ。さりげなくちょっと音域を下げて歌って、ラップパートの締めみたいな雰囲気をですね、出してる。これも素晴らしいテクニックですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。ちょっと音域下がりましたよね。いやー、桜井くんオールラウンダーですね。何でもできちゃう。てか、嵐のメンバー全員何でもできちゃってますよね。いやー、すごいなー。急に幻想的な雰囲気になりましたね。で、そこで歌ってるのが、じゅんくんですよね。ここでじゅんくんまた A メロの時に使っていた口の音色をメインにしてるんだけど、少しだけ鼻に入れる声質にチェンジしてます。この声がバックの幻想的な雰囲気にめちゃくちゃ合いますよね。で、このハーモニーもめちゃくちゃ素敵じゃないですか。このハーモニーもですね、また難しいハーモニーなんですよね。クラシックの旋律作りに近いようなフレーズっていうか。もう一回聞いてみましょう。すごいね。もう何から何まで分析することで僕自身の勉強にもなるんですよね。歌の勉強にもなるし、コーラスの勉強にもなるし、あとリズムの勉強にもなるし、ほんと尊敬しますよ。低い。で、今めちゃくちゃ低い音域歌ってましたよね。
エヴァのこのぐらいかな。でこのぐらいの音域になってくるとやっぱ声がねもわっとこもりやすいんですよ。普通に歌うとエヴァのこういう音色になるんですよね。でここでクリアに声を聞かせるためにどういうテクニックを使ってるかっていうと、低い音域になればなるほど鼻に声を入れるんですよね。そうするとどうなるのか。エヴァの声質がクリアになりましたよね。こういう風に低い音域になればなるほど上をイメージ。で逆に高い音域になればなるほど下をイメージっていう風な意識で歌うと聞きやすい声をですね届けることができます。ぜひカラオケとかでやってみてください。いい。で今の相葉くんの声が僕が思う一番相葉くんの中でのスタンダードな歌声なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。僕が今まで歌声分析をしてきた嵐の楽曲の中のよく聞く相葉くんの声っていうか、なんかほっとしました今。もう一回聞いてみましょう。この声この声。いい声ですよね。すごく耳に優しい歌声っていうか、この鼻声の音色の使い方も絶妙ですよね。これ以上鼻声の音色をプラスしてしまうと本当鼻声になってしまうし、逆にこれよりも鼻声の音色を少なくすると歌声の個性がですね薄くなってしまうし、本当に絶妙だと思います。かっこいい。やばいね。こういう展開を待ってました僕は。こういったダンスミュージック的なラストっていうのは R&B のボーカルアレンジとすごく共通する部分があって、メインメロディーをみんなが歌っている中で一人だけフェイクを歌うっていうパートがいるんですよね。この流れ大好き僕。フェイクは大野くんかな。でも高音歌ってる時の大野くんの歌声と二宮くんの歌声がすごく似てるっていう風にねコメントで教えてもらったので、二宮くんなのかな。かっこいい。もうすごくインパクトの強い楽曲ですよね。一回聴いたらずっと耳に残っちゃうっていうか。誰だこのおーおー歌ってるのは。音のフレージングがめちゃくちゃ綺麗ですね。正確無比っていうか。もう一回聞いてみましょうか。ほらやばくないこうかな。めっちゃ難しいですよこれ。この細かいフレージングって尻面ビブラートっていう細かいビブラートをしながら音をですねあーっていう風にフォールさせるんですよね。だからテクニックを2つ使わないと歌えないフレーズなんですよ。この話聞いただけでも難しいなっていう風に思いますよね。超高等テクニックですよこれ。わここやばいねここやばい。ハモリパートがメインメロディーみたいな感じになってるパターンですよね。でやっぱりメインになってる音域がですね上がったことによって歌声全体のパワー感が上がってるじゃないですか。超かっこいいやばい。たった一言やばかった。以上嵐いつか秒針の合う頃歌声分析はここで終了です。さあ今回のですねいつか秒針の合う頃、こちらもたくさんリクエストいただきました。で歌声分析をしたら皆さんがリクエストしてくださる理由がですねものすごくよく分かりましたね。たった一言、さっきも言いましたけどやばい。もう個人的に世界に誇れる楽曲なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。一人一人の歌唱力も世界レベルだし、嵐っていうグループとしてのチーム力も世界レベルだし、コーラスワークも半端ないでしょ。世界中の人々にですね嵐はやべえんだぞっていうのを
この動画で伝えたいなっていうふうに思いました。ただね、僕のチャンネルの規模的にはちょっと力不足で大変申し訳ないんですけれども、そう思っちゃうぐらい感動しちゃいましたね。まだまだ嵐の魅力をですね、知り尽くせていないので、今後もですね、ガンガン嵐の歌声分析動画を公開していきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。そしてオープニングでも言ったんですけれども、嵐のメンバー一人一人のですね、デビューから現在までの歌声の進化の過程をですね、分析した動画を公開しようかどうか迷っています。もしその動画をですね、見てみたいっていうふうに思ってくださった方はですね、コメントに歌声進化動画見てみたいっていうふうにですね、コメントしていただけたらなというふうに思います。これからも嵐全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、そしてハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。